皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。弱火で少量の水でじっくり炙っていただけると美味しくいただけるさやです。割とオーソドックスな調理法なんだね。じっくりね。これシャウエッセンの美味しい焼き方。美味しい。水ちょっと張ってな。3分の1ぐらい。ということで今回ですね、こちらでございます。なんていうかで、すごい大きな声出しちゃってる。これ多分、日本中で1日100回は起きてるネタだと思う。まだい痛いじゃなくてまだいなんだ。うるさ。ということで今回こちらです。ポスターカラー。ちょっと足りないんだよ。絶妙に。ということで今回やっていく企画はこちら。トン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 。はいトン。なくなりました。ポスターカラーでお絵描きしよう。イエーイ。はい、ということでこちらにドン。こちらね、日韓のポスターカラー。めっちゃいいやつじゃないですか。36色。これジブリの背景とかにも使われてるやつですよ。ジブリの背景の急になんか背景美術の方とかがこれを使ってるってことも。うわー、今回ちょっとポスターカラーでお絵描きって実はあんまりしたことなかったよね。いやないね。まあなんか絵の具の質で言うと近しいものは結構何回か使ったことあるんだけど、実際このポスターカラーで色を揃えて描くっていうのやったことがなくて、ちょっと今回思い切ってこれ買ってしまいました。でもなんかちょっと皆さんにポスターカラーというものが一体何なのか、なんかどう絵の具と違うのかとかってさ、どんな絵の具かというと一応不透明水彩絵の具の一種みたいなものではあるんですけど、重ねると下が見えなくなるってやつね。そうだけど水とかで溶くと耐水性になってないので、しっかりなんか水彩絵の具みたいな動きをするというか、不透明水彩としても透明水彩としても使えるかなり万能な絵の具というか、伸びが良くて発色が良くてっていうもので、もうずっと昔から愛されてるっていう絵の具でございます。でもなんかそのジブリで使ってるってなんかさ、確かにドキドキするワードだよね。全部が全部これじゃないと思うけど、これを使えばあれが描けるんですかみたいなやつですよ。これがあれば千と千尋の背景描けるかもしれない。まあでもね、楽しく今回描けるんじゃないかなと思うので、早速こちら開けていきましょう。おお、何中で箱になってる。そういうことか。18色ずつ入ってます。こちらがよいしょ。おお、綺麗綺麗。いいね、なんかこう色がいっぱい揃ってる感じ。いいね。ということで今回使っていく全36色はこちらです。なんかワクワクするな。いいね。なんかこれもさ、こうやってだって縦に積んでたら画材屋さんだもんね。確かにこれなんかもうインテリアだよね。これ置いとくだけでちょっと上がるね。まあということで今回はこれを使って絵描きしていくんですが、じゃあまずはどんな絵描きたいのかちょっと描いていきますか。あ、そうだね。はい。じゃあまあなんかざっくりと30分ぐらいでラフを描いてみようじゃないのというコーナーです。オッケー、行こう。おごぼちゃん。この前ね、おごぼね、パラちゃんがしゃぶってたからどっか行ったよ。しゃぶったんだ。なんかめちゃくちゃ連打されてた。パラちゃんがテテ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 テってから。最近パラちゃんさ、連打力上がったよね。めっちゃ上がった。すぐテレビ。しかもね、パラちゃん立ちました。いやもう立ち上がったね。やつ自分の足で。もうね、今まで捕まり立ちはね、すぐしてたんだけどね。とりあえず始めるぞ。始めるか。はい。じゃあ行きます。よーい、ピッ。いや、そう、パラちゃんが立った話をさ、しようよ。いや、そうなのよ。もう嬉しすぎて、ゲンさんが先走っちゃったわけ。いやね、立ったのよ。今までね、捕まり立ちはね、どこ捕まって立ってねみたいな感じだったんだけど。急にね。そこから自力で立つまでが結構長かったね。長かったね。あとはもう一歩を踏み出すだけよ。でもちょっとね、2歩なら歩いたのよ。2歩歩いたよね。2歩見たの。ごめん。そうか。僕しか見てなかった。今までありがとうございました。セビは1歩しか見てません。1歩は見たんです。2歩それは事故が起きたわ今、撮影中に。ごめん、ちょっとパパの前では2歩歩いちゃったの。なんだろう、なんか視界が歪む。なんだろう。2歩歩いたんだそうです。そう、2歩歩いたよ。嬉しいね。パラちゃんひっくり返したら前歯入ってたしね。そうなんだよね。確認ができないんだけど急に生えてたりするんだよね。いや、そうそう、なんかさ、こう抱っこしててさ、ソファーに降りるのっつって急にさ、ギュイーンってさ、逆側にさ、めっちゃそれた時にさ、前歯生えてる。上の前歯ちょっと生えてるってな。よし、まあいいからポスターカラーの話しよう。そんなね、素敵な話しないでよ。嫉妬に狂うじゃん。ごめんね。いや、なんかやっぱ自然っぽいの描きたいね。自然っぽいのいく。待って、ゲンさん、それさ、もしかしてさ、標識みたいなの持ってる？持ってる。どうした？発想が全く一緒だった。これは懐かしい田舎によくあるバス停描こうとしてたの。
ジブリっぽいもんね。もう大丈夫、もうちょっと僕荒廃してるから。あ、ほんとに。サーヤは別に滅びてないでしょ。滅びてない。俺は滅びてるからエモで行きたいから。でもちょっと後ろの色味は青空っていうか。もう書こうと思ったらゲンさんと丸かぶりしてるんですけど、あと膝出さなきゃ。いやいや出さなきゃじゃないの。膝出さなきゃ。膝出さなきゃ。もう書かされてるもんね。だからサヤが多分サヤに書かされてる膝を出さなくてもいいんだよ膝。ゲンさんも多分ある時から気づくよ。メカ書かなきゃ、メカ書かなきゃって。そう。でもね、セーラー服そんなことない。どっちかにきっとなる日が来る。なる日が来る。なる日が来る。来るかな。来て。こっち側にね。待って、ゲンさんと被ってるって出た瞬間に急になんかさ、こんな感じにしようかなってさ、思ってた気持ちが消え失せた。さん無償した。そう、無償しちゃったの。その程度だったってことね。君の書きたい気持ちって。手厳しい。なんか変なの書きたい。なんかジブリの世界観だけどキモみたいなやつ書きたい。全然僕ジブリの世界観とかじゃないな。お前好きなもん書いたねみたいななんか感じになるなまた。でちゃんとした絵を描くときは資料見ましょうねってみんな言うと思うんですよ。で僕も多分資料見ないと描けないですよみたいな話はするんだけどさ、こういう動画で楽しく描こうって時に僕資料見ないんだよね絶対。ああそれはそうだね。そう絶対見ないで、頭の中で描けるものを描くっていうのが結構あって、よく分からんけど適当に描くかこれみたいな気持ちで描いてるから今回もそうなる。すごい作画コスト高そう。やばいよね。でも何も見ないで描くからこれはそう気持ちが乗ったまま全部描く。でそれで言うとさ、パラちゃんとの話があってさ、何その素敵な話。素敵な話でしょ。聞きたい？聞きたい。でも人に狂っちゃうかもしれない。パラちゃんさサウンドバー大好きなの。大好き。サウンドバーってテレビの前に置いてあるさいい感じの音出すためのねスピーカーがあるんだけど、そのサウンドバーって音をリモコンでもいじれるんだけど、うちリモコンどっか行っちゃってサウンドバーでいじるかもしくはテレビのリモコンの方でいじるかなのね。でテレビのリモコンだと1ずつしか音が上がったり下がったりしないの。サウンドバー本体でいくと5ずつっぽいんだよね。でパラちゃんはサウンドバーが大好きなの。あいつ5ずつ上げんだよ。俺1ずつしか下げらんないの。爆音対決が始まってだからパラちゃんと僕が音を上げたいパラちゃんね音をそうパラちゃんは5ずつ音量を上げようとしています。一方レン君は1ずつしか音量を下げれません。さあ音量はどうなるでしょうかみたいな。マックスなの。なプシュー爆音でマジでプシュプシュ流れるから地獄だったあれ。どうしようかな悩んできて。早くねゲンさんあと16分もあるよ。16分もある16分もあるのにもうすげえ考えてきてない。考えてきてない。1週間ぐらい考えてない。何も考えて今本当に自動書記。1週間ぐらい前から考えてさ、なんか自動書記だからずっとここで自分が赴くままペンを走らせただけさ。ゲンさんのラフってラフじゃないことあるからな。まあね全然関係ないものが生まれる。じゃあこれからポスターからで書いていこうと思いますってなんかタイムラプス始まったら急になんかラフはみたいな。これは週末後の世界でこの子はメカでとかねなんか全然違う。たまにあるそういうこと、まあ、今回はそういうことはしないはず。一応気持ちとしてはこうねなんかポスターカラーとかなんかこれ系のやっぱりさ植物描きたくなっちゃうんだよね。ジブリの背景美術やられてた方がさ雲の描き方をさレクチャーしているさ動画を見たことがあるので、なんかありましたね、そういうのね。だから見たから雲が描けると信じてここに雲設置するわ。無茶言うな。その理論でいくと私のテストはさ、授業を受けたことがあるから絶対に点数100点は取れるって言ってるとあんまり変わんない。なんかこの辺にポスト書きたいけど俺なんかさ俺前もポスト違うポストっていうかポストになったやつそのもの書いたわ俺。ポストいいじゃんまた書こう。ポストレディその2ポストレディその2やめよポストをなんかこの辺に書いてみたいな。今ってさ、腰パンってなくなったの。どうなんだろうね。腰パンの文化ってさ何だったの？蜃気楼？でもなんかさ最近の服でさ、シルエット的に腰パンっぽく見えちゃうやつ多いけどね。でも腰パンっていうかなんかもうさ桃パンみたいなさ、時期あったじゃない。てかそれこそさ私たちがさ学生時代の時とかだよね。そうだと思うよ。なんか今思うとさ文化って何だったんだろうなみたいなさ、いっぱいあるよね。なんかひと夏の思い出みたいな文化いっぱいあってね。あれ一体何から
さ股間を守りたかったんだろうね。なんかすごいあれどこ発なんだろうね。いや腰パンわからない方これなんだけど、はいルーズソックスみたいなもんだったのかな。今さルーズソックスさもう一回履いてるって子もいるけどさ、それこそさ私たちがさ、こういうさレトロなさポストとかさレトロなバス停とかさ、ベンチとかにさこうロマンを馳せるみたいなさ同じ種類のロマンな気がする。あーなるほどね。アイスクリームとか書いてある。わかるこの感じ。青いやつ。青いベンチ。君は来るだろうか。明日のクラス会に。夏。マッシュルーム食べ過ぎた。お腹がね、はち切れるよ。はち切れるほどのさマッシュルームって食べる経験ある？あいつアクセントじゃないの？料理における料理のアクセントじゃないよ。あれは主役だよ。嘘、あいつ主役？だってオムライスの横にいるやつじゃないの？あいつマッシュルームにオムライスって入ってるでしょ？マッシュルームにオムライスは入ってねえわ。すごいなんか入れ子構造おかしなことになってる。マッシュルーム開けたオムライスすごいどうでもいいんだけど、のび太の日本誕生の中のさ木の実パカー開けるとカレーライス出てくるのめっちゃ憧れなかったあれ。俺の青春が踏みにじられたわ今。すんなんだっけそれあったよね。なんかさ大腸編ちょっと待って私今ロングストマックじゃないの？ロングストマックちゃう。大腸編？あれ大腸編って言うんじゃないの？大腸編違う違う、大きいにさこれさやさんよく水のテーマ多いですよねって、さやさんの書く水の漢字すごい好きですって言ってくださる方がいてすごい嬉しいんだよね私。やっぱ水の世界書くの好きだなんだろうね。昔から好きだよねさやね。水泳部だからかな。そういうことなのかな。私さなんか小学校の時ねなんかね、5年生から水泳部に入れたんだけど、初日の時にいろんな泳ぎ方ちょっとやってみて、練習してみてねみたいな感じだったの。で私その時背泳ぎを初めてやったの、教えてもらってこう先生に褒められたいとか選ばれたいなって思ってたから、もう夢中で背泳ぎしてたの、そしたらプールの右角から左角まで移動したの、こう移動してたの私、誰も止めてくれなかった。大丈夫、君を止めてくれるやつはいるよ今ここに。止めるなということではい終了。待ってゾウさん書いてないまだ。はいということでざっくりなんかこんなん書きたいかもしれんっていうラフはい30分せーのドーン。なんかよくない？なんかでも地続きの世界にありそうね。ねちょっといいよ、マンボ1匹貸してあげるよ。この辺に貸しておけばそしたら同じ世界になる。いらんって。てかなんかさあの時のさジェリーカップペイントの時の世界の続きみたいな、確かに、ちょっと絵の具の特性が似てるからっていうのもあるかもだけど、じゃあそれで描いていくわけ？そうだね。僕はなんかこのよくわからん世界なんだけど、滅びてそうな場所ですね。さやの方はこれ何水没してんの？そう水没してる。いいね。陸地がほぼなくて、水生の生き物たちがその辺にずっといっぱいいるみたいな。でこの男の子はこの2匹の謎の魚と一緒に冒険するんだけど、そこには巨大な象が急に最後なんか全てをなんか飲み込みに来たなこいつ。そうこんな世界観です。ちょっと楽しいかもしれない。でもなんかいい感じの狂気というか、サヤジオの世界がリアルになった感じがあっていいんじゃないですか。じゃあそれでは早速これで書いていきましょう。じゃあねみんなまたね。終わるみたいじゃん動画。さあということで書いていきましょう。俺たちは長い旅路が始まるんですよ。はい、これだいぶ構図変わってるんですけど書きたいものは変わってないんですが、これもう大きな後悔してますすでに。ここ全部青で塗ったんだけど、まあとりあえず全体青のせちゃおうみたいな、空のムラをねつけてもなかったから、いやマスキングすればよかったね。確かに、これね透けるんだわ。いやなんか感覚的にすごいアクリル絵の具っぽく塗れちゃうから間違えてたんだけど、これ実質水彩透明水彩みたいな感じで、てか水彩絵の具だからさ、こう下が水で溶けていっちゃうっていうのを忘れてて、やべえ青めっちゃ混ざるって思ってすごいね苦労してた。ゲイさんがめっちゃねミスター
ミスターって言いながら書いてて、これ水彩絵の具だったわと思ってね。はいまあということで上からもうでもなるべく水を使わずにとりあえずもう色のせないと青と混ざっちゃうから、いやそうはねい、なるべく本当に水を使わないで描くっていうなんか謎の縛りが始まるっていうめちゃめちゃ白が吸われてってんのが見えましたね今。はいでもこんな感じでちょっとベタっぽく、アニメ塗りっぽく最初ね塗っといて、いやそこから陰影をちょっと細かくしていこうかなということで、はい、もうこれはですね田舎のようなでも異世界みたいな場所にこう、風吹かれて佇む、女の子なんですけど、なんかさやの世界観とつながるみたいな話もあったんだけど、いやあったね、あったんだけど全然その打ち合わせしてないからしてない一体どうなったんだろうねっていう気持ちにはなりつつ、っていうかなんかねお互いね、この絵たちは一体どこに向かっているんだろうかっていう気持ちで書いてたんだけど、なんかほら丘みたいなんだけど、ちょっといろいろこう草が生い茂って文明が飲み込まれてるみたいな場所に座ってほしかったということで、なんかね草とかレンガとかとりあえず描きたかったっていう、なんか描きたいものをてんこ盛りにしたっていう、なんかフィギュアの台座みたいな感じになりましたね。はい、そしてウサギが1匹消えましたよ、はい、でもその代わりにポストロボットが誕生したので、ポスロボ、はい、ポスロボちゃんです。はい、やっぱ人工物と植物とかがさ、一緒になってるところはやっぱいいですよね。そういうのが描きたかったので、何の設計もなしにとりあえず気の向くままに、配管だったり草だったりを生やした結果ね、なんか不思議な場所になりましたね。いやでもこれすごいよね。でもなんかさ、ゲンさんがずっと下書き全部消えちゃったって言うと、塗りつぶしたら消えちゃったってそう言ってるんだけど、こうガーってこうね下の部分塗りつぶして、で赴くままにさ、こう配管のペンを入れてこれが出来上がってるから、やっぱすげえなってなりました。いやーでもなんかね、あまりにもこう設計のないままこう走り出すもんじゃねえなと思いましたよ。でまあとりあえずなんか描きたかった色味は出せたんですけど、ちょっと個人的にはもうちょっとちゃんと設計してやればよかったなっていう反省はありつつ、こんな感じで僕は描いて最後にホワイトを入れて、でしかもこれねちょっと微妙にレイヤー効果的に上からコピックで足してるんですよ。これがねやりやすかった。これマジでコピック今回ねちょっと、最後の仕上げに活躍しましたね。縁の下の力持ちですよ、このいつでも助けてくれるよお前は。で横でちょっとねチラチラとさやさんがね映ってるんですけど、ここからさやさんのターンが始まります。そしてすみません、さやさんも大幅に構図が変わっております。あれでもなんか正面からっていうのは変わってなくない？あ、そうだね、正面からなのと、あとなんかこう、本当はもっとこう引きでゾウさんがいたと思うんだけど、いたそうだそうゾウさんはカメラが寄ったことによって消えた？消えましたいやなんかねやっぱね、筆で描くことを考えると、あとやっぱりねこう、なんかねポスターカラーの私のイメージとして、不透明水彩のイメージがあったから、結構こう影をねこう重ねていくんだったら、やっぱちょっと私には細かすぎると難しいかなということで、ちょっと、カメラをグッとこう少年に寄せて、いやでもなんかいいですね、なんかそしてこのボロボロのバス停っていう設定はねちょっとそのままにして、でもなんかこうちょっと、不思議な絵にはしたいなという、そしてひまわりね、安定のひまわり。いやでもね難しい私の中で、でなんかいつも透明水彩やってる時は、とりあえず全部一回色のせちゃえバーンって感じなんだけど、やっぱりどんどん重ねて描くからさ、やっぱ一番下に描くやつを最初に描いて、そのこう絵的にね上にこう来るものを上に描いてっていう描き方をしないと、永遠にこう縁取りとかの作業がね終わらなくて、さやも今回はペン入れをしないでやってるんだね。そう僕もなったんだけど、この描き方は結構なんかねやりたい気持ちにはなるのは分かるんだけど、そうなんで大変だったね。結構大変でしたね。大変だった、本当に大変だった。ちなみにさやさんのこの何を抱えてるんだこの子は。何でもいいじゃないですか。何でもいいんだ。なんかねパッと見こうセーラー服っぽいんだけど、明らかに魚なんだ。いやただなんかこの周りのさ、舞台装置のエモさに持ってかれて、なんかその魚だということになんかツッコミがいかなくなる感じはあるな。いやもうこのね、想像してほしい、このストーリーを、この彼らのねストーリーをね、もう何も言わない、私からは何も言わないわ。考察班頼むって感じですね。すごいねこれ。なんかブリみたいなさ女の子かなこれ、わかんない。これ女の子が魚になっちゃったのかなみたいな。そして出てきましたね。そうコピックですね。コピックでちょっと軽い影を乗せていくみたいな。
あと黒ペンとか使ったりとかで、あとこれね、そうコピックでこの水の反射っぽいの、こう影の部分だけこうコピックでちょっとふわっと入れたりとか、やっぱなんかやっぱ他のね画材と組み合わせるのもすごい楽しかったね。いいですね。てか組み合わせやすかったね。ポスターカラーの上からコピックで影のせんのめっちゃ良かった。いやそうすっごい、楽。あと早かった。そうめっちゃ楽。そうなんかね、思ったところに思った色になってくれるんだよ。いやいろいろ試せてね、いいチャレンジになったんですが、こちらでさやさんも仕上げをしていって、最後にこれは苔を生やしてるんですか？そうですね、こうちょっとほらエモティカルな。いやわかる、このベンチに苔が生えてる感じね。この土器が取った感じですよ。この下の水もなんかこう何かそわそわさせられるね。でしょ？でも魚なんだよ。余計にそれがねっていうシーンがあったので、最後だけちょっと僕が演出いじってみました。なんと。いや BGM を変えました。なんかエモい感じになりませんか、この音楽の力。風の声が聞こえるね。ね、かつてはあった。そうきっとこんなところがあったのか、この女の子とこのウサギの関係は何なのか、ミッシングのこの後ろのやつは誰なのか。ポストの前で多分もしかしたらずっと待ってるのかもしれないよ。待ってるのかも。モンテッドのやつがそのウサギなんですけど、実はそう何なんだろうね。何なんだろうねって作者が言ってんだけど一生わかんないんですけどでもなんか思ったような世界観は描けたので、楽しく描けたんじゃないかなと。ちょっと課題はたくさんありますけどね。綺麗な世界だよ。でもちょっとこれを機にポスターカラーやりたいですね。そしてさやさん。はい。ほら、いやなんかセミの声が聞こえない？なんかなんかさ、この曲のせいなんだけど、この曲入れた僕が悪いんだけど、なんか泣きそうになるんだよこんなにふざけたお魚抱えてんのに何なんだろうこの2人っていう。これはもともと魚だったのか、それとも魚になってしまったのか。いやもしかしたらあの女の子、僕の方の女の子が何か関わりがあるのかもしれない。そして見て、バス停には終点。そう夏の終わり、ひとときの思い出。想像するのは君だ。いやそうなんだよ。皆さんもぜひちょっと想像してみていただけると嬉しいです。そんな夏のひとときの2枚になりましたね。ね、なんかね、これから夏に向けて結構色味的にはこれからの季節にぴったりな色になったんじゃないでしょうか。いや楽しかったです、ポスターから。楽しかった。なんか思いがけず結構時間かけて描けたので、やっぱほんと12時間ぐらい描いてたかな。さあ今年の夏彼らに会えるかな。ロードショーとかはしないからねで、めちゃくちゃ余談なんですけど、今回描いた魚ちゃんの目、この顔でさやさんなんとシリーズ3部作ぐらいになってるんですよ。どういうこと？過去のイラストさやさんの目で探してみてくださいね。この目？そうなんです。